こんにちは、大輔です。本日はフィリピンの最新の渡航解禁の徹底予測になります。ラインナップはこちら。1、新規陽性者が収束しているお話。2、前回予測の着地。前回はね、9月時点で予測をしていましたので、楽観的悲観的のどこに着地をしたのかについて振り返っていきます。そして3番、大輔による渡航緩和予測。ということで、フィリピン政府の動きを中心に読み解きながら、我々が入国可能になる時期が一体いつになるのかといったところを、12月以降、真面目に予測していくという動画になります。断言することは難しいんですけど、楽観的、中間的、悲観的、これね、いろいろあり得るシナリオについて、僕なりに考えをまとめてみました。今後の皆さんの渡航計画、人生計画の参考にしていただければと思います。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。1、新規陽性者が収束しているお話からですけど、まずはフィリピン全体のデイリーの陽性者推移をチェックしていきましょう。8月にピークを迎えた後に下落傾向にありますよね。特にフィリピンについては PCR テストの数が日本の倍はある中で、この数が下がっているというのは良い傾向ですよね。第3波が危ぶまれる日本との比較という意味では、デイリーのね、陽性率っていうのは逆転してしまいましたよね。で、皆さんが心配なことといえば、今後またね、これが上がっていっちゃうんじゃないかという、こういうことですよね。今、日本は冬ということもあるからか、そのコロナのね、再感染の傾向が強い状況ですけども、フィリピンのような南国が今後どのような推移をたどるかについては、皆さん気になるところかと思います。現時点において、これはあくまでも僕の感覚なんですけど、フィリピン政府、バランガイオフィサーを含めて、以下のような大枠の方向性っていうのを持ってるんじゃないかなと見ております。部分的なロックダウンをしていくというのと、全体としては段階的には緩和をしていっているということで、フィリピン全体としては下がっていたとしても、局所的に陽性者が増えてしまうような事例っていうのは発生しているようなんですよね。こちらは11月22日に報じられたマニラビレッティンの記事になります。ダバオは今年年末いっぱいまで GCQ が続くだろうということで、11月20日時点でフィリピン政府は陽性者が増加しているダバオ地域のロックダウンレベルをね、1段階引き上げると、すなわち MGCQ を GCQ に変更するということで決断をされたようなんですよね。一方で国内観光が再開しているフィリピンなんですけども、MGCQ エリアの旅行について制限緩和が行われているということなんですよね。11月20日に政府公認のニュースサイト、フィリピンニュースエージェンシーが報じたものとしてこちらがあります。IATF はMGCQ エリアの未成年者シニア観光客を許可しますということだったので、これまではね、旅行できる年齢を15歳から65歳までとしていた制限がね、あったんですけど、こちらが撤廃される方針だということなんですよね。過去に皆さんにお伝えした僕のね、予想、どこに着地しつつありますでしょうかということで、2番いきましょう。前回予測の着地を見てまいります。楽観的予測は10月からマニラ首都圏が MGCQ 入りと見ていましたので、これは完全に外れてしまいましたよね。今 GCQ が続いているということです。次に中間的予測なんですけど、10月の GCQ 継続はその通りだったんですが、11月に MGCQ に緩和されることはありませんでした。最後にね、悲観的予測なんですが、MECQ に規制強化されるような状況には陥っていませんのでね、これも違うといえば違いますよね。ということで、中間的予測、悲観的予測のちょうど真ん中あたりの状態に着地しつつあるというのが今現時点言えることなんじゃないかなと
思います。プラス材料として言えることとしては、10月からフィリピン人の海外渡航が許可されましたよね。あとは11月頭から経済特区を中心とした投資家ビザを持つ外国人の入国が許可されたのと、11月20日には通商航海条約などに基づく貿易取引業者、投資家を対象とした9デービザの入国緩和も行われました。このことを考慮すると、いわゆるフィリピンにおけるビジネストラックについては、11月から段階的には開始されているという見方ができるのかもしれません。それでは、年末年始、そして来年の動向が気になって仕方ないという方がね、僕も含めて多いと思いますので、最後の話題に進みましょう。3、大輔による渡航緩和予測なんですけど、マクロな視点から掘り下げる形であり得そうなシナリオを一緒に描いていきましょう。マクロな視点としては IATA の旅行需要の回復予測を使います。IATA というのは国際航空運航協会のことでして、将来ね、そのエアライン事業というのが国際的にどういうふうに回復していくのかという予想を出してくれています。こちらですね。今年の着地が 34%、来年が 54%、あとは適当にですね、2024年に 100% となるような回復率というのを想定しています。そのために何が必要でしょうか？こちらですよね。まずは就労ビザ発給。これはビジネストラックの極みでして、9G と呼ばれるビザなんですよね。これまでは事業主、経営者、もしくはね、投資家などが中心だったところが、この 9G ビザの緩和があるとですね、それらの企業に所属する従業員が許可されていくということなので、詳細な数字の方は僕の方で抑えきれてはいないんですけど、これまでの緩和よりかはもう大人数になるということが一つの可能性として想定されてくるわけです。そしてビザ免除プログラムの復活ということで、観光目的を含む一般渡航が解禁となっていくんですよね。そして最後には入国時の PCR テストが撤廃されるという流れ。これがですね、観光需要の回復に最低限必要な条件なんじゃないかなと僕の方で想定をさせてもらいました。こちらを3つのフェーズに分割していきます。こんな感じですね。フェーズ1が就労ビザということで 9G の発給ですね。渡航制限が先かロックダウンレベル緩和が先かは読み切れないんですけど、同時期にマニラ首都圏が MGCQ になる、そんな想定をしてみました。フェーズ2が入国後隔離免除、そしてビザ免除プログラムの復活です。これはですね、MGCQ がさらに緩和されて、ニューノーマルの制度でインバウンド観光客の受け入れをしていくというフェーズですよね。そしてフェーズ3、これがね、入国時の PCR テストが撤廃されて、ほぼコロナ前の状態に戻るという解釈をしています。これはさらに緩和されたニューノーマルという扱いとしてみました。それでは楽観的予測から見てまいりましょう。年末まで続くであろうと見られているマニラの GCQ なんですけど、年明けから MGCQ にもう一段階緩和されるというものになります。それと同時に渡航緩和フェーズ1として就労ビザの発給が開始されるということですね。そしてニューノーマルに移行すると同時に入国後隔離免除、ビザ免除プログラム復活を来年4月と想定をしてみました。以前ね、フィリピンは2021年の後半まで外国人向けに観光を再開しませんというフィリピン観光省の声明がありましたので、時期尚早な気がしますけども、これはあくまでも楽観的予測ということで、ひとまず4月としてみましょう。そして最終的に来年の10月からは入国時の PCR テストが撤廃されて、より緩和されたニューノーマルの中で、ほぼコロナ前の状態に戻るという流れになります。これには有効なワクチンが早い段階で出回ることでしたり、陽性者が落ち着いている必要性がありますよね。あとはこれ皆さん話題にしない重要な点になるんですけど、陽性者がですね、ゼロに近い状態まで沈静化してしまうとですね、逆に諸外国の方が危険水域となった場合、フィリピンが入国制限を継続せざるを得ないという恐れがあります。これは水際対策の一環として、例えばですね、タイだとか台湾、ベトナム、中国とかね、低リスク国と言われる国と同様に隔離免除を行うためのハードルがとっても高い状況になることが想定されるわけなんですよね。これは外国人のね、インバウンドを入れた方が、無用な陽性者をね、生み出してしまうということが判断としてあり得るということなので、誤解を恐れずに言うとですね、日本と同程度に程よく沈静化しつつ、経済回復に舵を切り続けてくれるのかどうかっていうバランスが肝になるんじゃないかと理解をしています。それでは次、中間的予測を出していきましょう。こちらですね。フェーズ 1MGCQ を来年2月としました。フェーズ2のニューノーマルが来年の10月。
フェーズ3が再来年の4月になります。フィリピンを含めて世界各国がこの辺りの緩和レベルに足並みが揃ってくると IATA が予測してくれている旅行需要の回復っていうのが数値通りに進みそうな気がしませんでしょうか。それでは最後、悲観的予測を出していきましょう。正直なところね、これあまり見たくはありませんけども、ありえそうな話として出していきたいなと思います。フェーズ 1MGCQ が来年の7月、フェーズ2ニューノーマルが再来年の頭からとしてみました。さすがにこれだと IATA の旅行需要回復予測っていうのが下方修正必須の水域だと思われます。ただしですね、フィリピンの中で感染第2波、第3波が繰り返されて、さらに有効なワクチンの浸透が遅れてしまったという場合には、こういうシナリオの可能性もゼロではないということで、あえてプロットしてみました。さて皆さん、どちらのシナリオが一番可能性が高いと思われますでしょうか？またはこれらありえそうなシナリオを見て、すでに今年のクリスマスはもちろん来年春先までフィリピン入国は叶わないと、大切な人には会えないと落ち込んでしまう方いらっしゃるかもしれません。というかね、これ僕のことなんですけどね。なので最後にですね、楽観的予測をさらに上回る超楽観的予測も僕の期待を添えて皆さんに提示して終わりにしたいと思います。こちらですね。今年の年末から就労ビザの発給が開始されると、9G ビザのことですね。この年末年始の期間ですね、空港職員の休暇が取れないようなニュースもありましたんでね、この 9G ビザがこのタイミングで出てくるとしたら、それは忙しくなるだろうなということで、可能性ゼロじゃないんじゃないかということで、こちらに記載させてもらいました。こういう緩和がね、急に出てくるのがフィリピンということなので、気が抜けませんよね。そしてさすがに、これはね、年内はないかとは思うんですけど、短期滞在ビザである 9A ビザの発給が始まるタイミング。とりあえずですね、こちらは来年の2月頃というふうにしてみました。で、これによってビジネス以外の目的であっても、渡航がね、許可されるような形で、我々のように個人的な理由があって入国を待っている人たちに間口が広がるという可能性が、これもゼロではないんじゃないかというふうに見させてもらって、書きました。もちろん入国後の14日間隔離ルールなんかもつく可能性ありますし、検査費用がね、高額になってしまうという懸念もあるかとは思いますけども、理由を持つ人が任意で渡航ができる状態っていうのは段階的に入ってくれるんじゃないかということで、希望を持ち続けたいなと思うわけです。ただしそのためにはこの 9A ビザの発給を希望するようなね、自分のような状況の人間っていうのは一定数は存在するだろうということで、フィリピン大使館のビザ発給処理能力に大きく依存してるわけなんですよね。そのあたりのフィリピン政府の領事業務っていうのがスムーズに進むような改革も含めて対応されるっていうのが、この超楽観的予測を実現するための鍵にはなりますんでね、大変かと思いますけども、フィリピン政府の皆さんには頑張ってね、これ実現してくれるとめちゃくちゃ嬉しいなと思います。さて皆さん、どちらのシナリオが一番可能性が高いと思われましたでしょうか？またはね、ここに載っていないなと、第4、第5のシナリオがあり得るんじゃないかという方は、ぜひご意見、コメントでいただけると嬉しいなと思います。本日は以上です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。I'm done. Yeah. That is a lot of mistaken. My talking was, how could I say that? How could I say that? Yeah, mistaken, a lot. Yeah, I understand. Really? I see. Say hi first. Say hi. How is it? How is it? Ah, by the way, it's like a good view, Dayton. Like the sunset. The sunset.